世界一わかりやすい極 NO の解説です。動画最後の最強カンペも活用ください。マーカーは画面の通りです。マップにうっすらある円模様の外ぐらいで OK です。早速参りましょう。メテオレイン全体攻撃です。無の肥大、ノーマルでもあったボスから外周渦へのでかい矢印が一つ発生します。ノーマルと違い、渦からの攻撃は円かドーナツの2択です。今回はドーナツですね。この攻略全体の合言葉として覚えておくといいのが、私たちはドーナツが好き。なのでドーナツを見たらドーナツの進行方向にとりあえず体を寄せましょう。で、ノーマルと違い、マップ上にも渦が現れて、平1名対象に線がつきます。この渦は平が動くと追従して動きます。平をマップ内側に閉じ込めるように移動します。この渦から線がついた人に直線頭あり攻撃が来るので、ドーナツのアンチ内で並んで対処しましょう。ただし渦に近い側2名だけダメージがでかいので、そっちはタンクが立ちましょう。この攻撃は分岐するんですが、後ほど出てくるのでそこでご紹介します。この後全員ボス足元に集合します。メルトダウン。詠唱完了後全員にデバフがつきます。デバフがついてる状態で移動するとダメージを受けます。攻撃するのは OK なので、デバフ中はボッタチで殴りましょう。で、デバフが切れたら理由はともあれ、とにかく基本3回します。マーカーまで行けば OK です。自分の頭に攻撃が着弾したら戻って OK。何が起きてるかっていうと、デバフが切れた瞬間に不可視の足元円範予兆が設置されていたり、デバフが切れてから数秒後に8人に円範囲攻撃が着弾してるんですが、細かいことはどうでもよくて、事前にボス足元にしっかり集まって、デバフが切れるまでボッタチして、デバフが切れた瞬間に8人が基本3回すればいい感じに処理できるっていうことです。収束波動、平2名対象の奥義範囲の頭あり攻撃です。図のように3回して対処します。これは拡散波動と分岐します。これも後ほど出てくるのでそこで。無の肥大、必ずさっきと別パターンになっています。別パターンっていうのは何かっていうと、まず渦の攻撃がドーナツではなく円範囲になっています。これはノーマルと同じで円範囲と逆側に行けば OK です。そしてもう一つ違いがあって、平1名ではなく2名に線がついています。その人めがけて直線範囲が来るのは同じなので、このように4人4人で分かれて対処します。4人割りの時は渦側先頭1名だけが痛いので、やっぱりタンクが渦側先頭に立ちましょう。平 DPS は自分が渦側先頭にならないようできるだけ内周にいましょう。ただしあんまりボス根元に立ちすぎると直線範囲を2枚食らって死にます。ほどほどに。今回はドーナツと平1本、円と平2本というパターンでしたが、ドーナツか円か平1本か2本かの計4パターンあるので、いい感じに対処しましょう。先へ進みます。混沌の激流、ノーマルと同様に処理します。具体的には白く光ってる一番上の玉に注目して、その螺旋の回転方向と逆方向の位置に待機します。で、この時一番上の玉と次の玉がマーカーでいうどっち方向に出ているのか頭に留めておきましょう。今回は B と3ですね。で、扇が発動したら追いかける形で回転します。この間、外周8方向に小さい渦6つとでかい渦2つが出てくるので、さっき頭に留めた B3 の方向を向くと必ずそこにでか渦2つが出ているはずです。で、さらに各渦に対して黄色の線と紫の線が4本ずつ発生します。ここで一旦ストップ。次どう動くかを説明する前にギミックをパーッと言っちゃうと、この後全部の渦が徐々にボスに近づいていきます。どれか一つでも渦がボスに接触するとワイプです。で、黄色の方がボスに近づくスピードが速いです。つまり先になんとかしなきゃいけない。キャラが渦に接触することで渦を壊せますが、この時円範囲にダメージが発生します。この円範囲を2人で頭割りしないと、つまり1人で食らうと大きくノックバックされて外周死します。以上を踏まえてどうするかっていうと、2人1組作って計4組が分担して黄色線の渦、紫線の渦の順に接触して壊すというギミックです。対処方法としてタンク2名、平2名、近接 DPS2 名、遠隔 DPS2 名に分かれてご覧の優先度で渦にぶつかりましょう。デカ渦を北に見て分担するので、事前にデカ渦を北に見とくってのが大事ってことですね。デカ渦はタンクが絶対に受ける必要があるので注意しましょう。渦にぶつかると数秒間火ダメ増デバフがつくので、デバフ解除を確認してから次の渦にぶつかりましょう。これで OK です。で、ここで注意事項一つ。必ずしも隣を壊せばいいわけではない。これを頭に留めておきましょう。例えば線がこのように出てきた場合、黄色の渦を壊すのは優先度決まってるから迷いようがないとして、紫の渦は優先度決まってはないんですが、これならあんま迷わないですよね。一方で、このパターンはどうでしょうか。黄色壊した直後はこんな感じ。デカ渦は必ずタンクが壊さなきゃいけない制約があるので、ここの人たちが何も考えずに隣に移動しちゃうと、この人たちがめっちゃ移動しなきゃいけませんよね。一方で、一つ飛ばしで動いてあげると、この人たち
ちの移動も最小限に抑えられるので親切です。こんな感じで単純に常に一番近くの渦を壊せばいいっていう頭でいると、誰かが尻を拭わなきゃいけない場合があるので、必ず渦がどういう分布なのか把握して、場合によってはもう一つ隣の紫の渦を壊さなきゃいけないっていうことを念頭に置いた上で対処しましょう。が、その意識さえあれば紫の優先度までバチバチに決める必要はないと思うので、この辺に留めておきます。先へ進みます。無の渦。基本的にはノーマルと同様です。長い渦が密集している側のボス足元がアンチなので、そこに立っておくのをお勧めします。外周どう見てもアンチっぽいところに行くでもいいっちゃいいんですが、この後の複合ギミックの時の対処方法と合わせるためにも、ボス足元でアンチを探しましょう。AOE から発動までがノーマルよりちょっと早いので注意。拡散波動、単平4名か DPS4 名に対する2人で頭割りが必要な奥義範囲攻撃です。図の通り3回します。ディープフリーズ、ヘイト1位2位への距離減衰攻撃です。このために ST もヘイト2位を取っておきましょう。図の通り3回します。バチバチに離れてなくてもいいらしいんですが、安牌取って離れておきましょう。ただしノーマルと違って着弾時に冷却デバフがついて、デバフ解除まで動き続けていないと凍るため、全員動き続けていましょう。無の領域、雑魚フェーズです。事前に図のように3回しておきましょう。雑魚フェーズ中はノーマルと同様徐々にダメージを食らうのでヒールに注意しましょう。まず中央からノックバック攻撃が来るので、ご覧の位置でアムレン堅実魔を使いノックバを無効化しましょう。別に吹き飛ばされても死にはしないんですが、ここではアムレン堅実魔を推奨します。というのもこの後はギミックの都合上どこに誰がいるのかお互いに把握しといた方が良くて、そういう意味でもノックバされずに真ん中の雑魚周囲に踏みとどまっといた方が他の人にとっても分かりやすいからです。で、単平4名か DPS4 名にマーカーがついて、さらに外周に4つ塔が出現します。マーカーを持っていない人がご覧の優先度で塔に入りましょう。この塔の出方、マップ北に4つ並ぶとかとんでもなく偏る場合もあるので注意しましょう。一方、マーカーを持っている人対象に後ほど奥義範囲が来るので、塔を踏んでいる人に当てないよう塔と塔の間に立ちましょう。塔と塔の間言うても、塔が隣り合っている極狭スペースには基本的には入らないようにしましょう。ただ、もしマーカー持ちが極狭スペースに入ってきた場合でも、左右にいる塔踏み担当が思いっきりマーカー持ちから離れつつ塔を踏めばこんな感じでギリギリ回避ができます。なので塔踏み担当の人はマーカー持ちがどこにいるのか把握して自分もできるだけ扇に被弾しないよう最大限努力してあげましょう。この後マーカー担当はひたすら真ん中のデカザコを殴るだけです。一方、塔踏み担当は踏んだ塔から雑魚が出てくるので雑魚を倒します。以降は少しロールによって違くて DPS が踏んだ塔から出てきた雑魚については視線攻撃をしてくるので視線を切って回避します。平が踏んだ塔から出てきた雑魚は病気デバフをつけてくるのでエスナで解除しつつ殴ります。タンクが踏んだ塔から出てきた雑魚はタンク強や中断可能な攻撃を仕掛けてくるので対処しつつ殴りましょう。雑魚を倒した人は真ん中のデカ雑魚を殴りに加勢しましょう。で、塔踏みとマーカーの担当が逆になってもう1セット来るので同じように対処します。一応ゲージが 100% になるとワイプではあるんですが、かつてないほど余裕があるのでバーストなどは温存推奨です。デカザコも倒したらノーマルと違ってご丁寧に目の前に光のひびが現れるので足元の直線範囲を避けつつ殴って破壊します。で、利口技です。アルマゲスト、全体攻撃とともにノーマルと同様外周の渦が2つに増えます。渦が増えるだけでやることは同じです。アンチの中で8人集まるか44頭回りをします。ここは慣れるしかないんですが、私たちはドーナツが好きなので、ドーナツを見たらドーナツとセットになっている矢印の方向に体を寄せれば間違いないです。AOE の発動から直線発動までにちょっとだけ猶予があるので、平 DPS は戦闘判定を食らわないよう内側へ、タンクは戦闘判定を食らうよう外側へ寄せる努力をしましょう。この後別パターンも出てくるのでそっちでもまた見てみましょう。無の活性、外周の渦から直線範囲攻撃が2セットきます。渦には2種類あって、1個のやつと2個が線で繋がったやつの2種類です。1個のやつからは真ん中潰れる直線範囲が、2個線で繋がったやつからは左右潰れる直線範囲がきます。アンチは私が見かけただけでも5パターンもあります。おすすめのアンチ見分け方としては、基本2個線で繋がったやつの方に行くということ。例えばまさに今回のパターン。外周ぐるっと回って2個線のやつを見つけたら何も考えずにそっちに行くだけ。これで OK です。
基本2個線で繋がったやつの方に行くって言ってるのは例外があるからで、まさに次のパターンの場合、両方とも2個線だった時は真ん中にいなきゃいけないんですが、まあこのパターンってパッと見真ん中アンチなのでそんな迷わないはずです。それと1個線しかないパターンもありますが、この場合も斜めに避ければいいことが直感的にわかるはずです。なので特にこの2パターンだけがややこしいんですが、このややこしのパターンならまとめて2個線の方に行けで OK なので覚えておきましょう。シャドウホーリー、平2名の44頭割り攻撃です。マップ西 MT 組、東 ST 組で処理します。再び同じギミックです。今回はやや事故りやすいパターン。我々はドーナツが好きなので、とにかくまずドーナツの進行方向、つまりマップ中央に行きます。で、もう一個の円範囲を受けないように体をずらします。そして平についている線が1本か2本かを見て、全員同じ位置に行くか MT 組 ST 組で分かれましょう。ドーナツ範囲の広さはボス竹佐と全く同じであることを把握しとくといいでしょう。これの平2本線版が一番事故りやすいです。近づきすぎると直線2枚食らうし、遠ざかりすぎてもドーナツ踏みます。成功法でやるしかないので、こういうパターンもあるんだってことを認識しておきましょう。ディメンション0、連続直線頭回り攻撃です。この攻撃、後々出てくるたびに連続攻撃の回数が増えて痛くなるので、軽減ヒールしっかりしましょう。無の渦、事故が多いポイントではあるんですが、動きの結論だけ言うととってもシンプルです。まず最初にやった時と同様、長い渦が集まってる方のボス足元に集合します。外周ではなく必ず足元に集合しましょう。この時自分の基本3回方向がどっちか把握しておきましょう。AOE が出たあたりで、これも最初にあった動いたらダメデバフがつくので動かないようにしましょう。で、デバフが消えたらすぐにその位置から自分の基本3回位置に移動します。で、頭上に攻撃が着弾したら OK です。要は序盤に来た渦攻撃と動くなデバフプラス足元円範囲プラス8人対象円範囲が複合しているものです。が、ともあれ全員が今説明した動きを取ればいい感じに処理できるはずです。ここ最初に待機しているところがばらけていると他人の足元円範囲に被弾する可能性が上がるので、ちゃんとボス足元に固まって待機しましょう。私はスプリントを使って事故率を下げています。無の活性からの無の追跡、最後の新規ギミックです。まずノーマルと同様2名に線がつき追いかけられます。ただしノーマルと違って最初外周に範囲攻撃が来るので、外周の範囲攻撃をしのいでから2名は外周に行って時計回りにぐるぐる回りましょう。ノーマルと同様あんまり早くぐるぐる回っちゃうと追いかけてくる渦が内周を通ってしまって内周にいる6人を引き殺すので、適度に引きつけつつ大回りしましょう。残りの6人もどうせボス殴ってるだけなので2つの渦の位置に注意し避ける努力をしましょう。途中ノーマルと同様に矢印ついた2人に追跡対象が変わるので、矢印がついた人は今人を追っかけてる最中の渦をさらに後ろから追いかける位置に待機します。で、追跡先が切り替わって渦が半時計に回るようになったら自分も半時計回りに逃げましょう。で、最後、追跡が終わったあたりで外周から十字か×字に範囲攻撃が来るので、外周の渦を確認して四隅のどこかに回避します。そしてさらに拡散波動か収束波動の2択です。マップを回転させてる関係で行く場所を見失いがちなので、自分が拡散ならどこのマーカー、収束ならどこのマーカーに行くのか頭に入れておきましょう。で、全く同じ攻撃がもう1セットきます。さっき誘導しなかった4名に線がつきます。おさらいがてらもう1回見てみましょう。まずは外周に攻撃が来るので内周に待機します。そしたら2名は時計回りにぐるぐる。他6名は渦の位置に気をつけながらボスボコボコ。さらに他の2名に矢印がつくので、矢印がついた人は渦を後ろから追いかける位置に待機。渦が自分を追いかけるようになったら半時計回りにぐるぐる。最後に十字か×字の攻撃を回避。そして拡散または収束。これで OK です。以降は気質ギミックがたくさんあった後、時間切れです。解説は以上です。今後もファイナルファンタジー14の攻略動画出しますので、お役に立ちましたらチャンネル登録お願いします。動画化の際は X で速報します。そちらもフォロー何卒。では宣伝したのでカンペどうぞ。頑張ってください。